はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月前半のタロットリーディングをさせていただきます。もちろん星の話も補足していきますし、最後にはまたオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。5月はこの2024年の中でも最も天気というかね、運勢が盛り上がる時なので、おそらく何かしら変化のね直前の流れ、なんかこう変化の直前、6月から双子座の皆さん大きく変わってきますので、その前のこう最終ゴール手前みたいなそういう何かことを皆さん感じていらっしゃる方が多いんじゃないかなと思います。あとそれとお知らせなんですが、もし星のことを勉強したいとか、星を好きだけど実生活にもっと落とし込んで使いたいんだという方、またはタロットが好きな方は私の方でメンバーシップをやっていますので、概要欄から詳細をご覧ください。それと毎月月末にですね、翌月の星の動きを LINE で配信していますので、ご興味ある方はぜひお友達登録もお待ちしております。では5月ね、前半いきましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい。女帝の逆。カップにカップクイーン。ワンドクイーン逆。お月さん。そしてワンド7逆。そしてペンタクルスの3ですね。気をつけることや対策はペンタクルスナイトとカップ10の逆とオラクルは節制の逆ですね。面白いです。ちょっとまず星の補足なんですけれども、そうですね、4月の末ぐらいからこの双子座の皆さんにとっては本当にこうちょっと休憩時間というかね、次のタームに入る前の調整期間っていう、波動調整の期間っていう形なので、こうちょっと普段とは違う自分を感じたり、あれいつももっと動けるんだけどなんか動きにくいなとか、こうちょっと違う自分を通してこういろんなものを整理していく、こう調整していく、こう新しいものを受け入れるための準備をしていくってみたいな時になります。でこれは5月の末ぐらいまであるので、まだ前半はその真っ最中っていう形なんですね。この双子座さんのエネルギーちょっと置いといたとして、こう全体のエネルギーとしても5月っていうのはものすごく宇宙間の恩恵が届いていて、何かが決めたことが動き出すとか、こうなんかね発展していく運があるんですね、非常に。なのでこう上昇気流がこう、舞い上がってるみたいな感じの時なので、このエネルギーに何かしらのこう種を植えたりとか、自分がじゃあこうするってこう決めたりとか、自分もそのエネルギーに乗ってワクワクして何かをやっていくとすごく盛り上がるねっていう時なんです。でこの外側のエネルギーがわーって盛り上がってる時に、双子座の皆さんっていうのは見えないところでこうお掃除してるみたいな時なので、とにかく自分自身をクリーンにしていく、嫌な感情をなくしていくとか、嫌な気分も全部解消していく、ストレス解消するわとかもそうだし、家を掃除したりとか物事整理したりとか断捨離したりとか、なんかいらないファイルを捨てるとかですね、そういうのも全部含めこう整理していくっていう流れにすると、今こう舞い上がってるものがもう自然と入ってくるっていうね、自然とクリーンになるっていうのがあるので、何かを外側から付け足すっていう前にまず自分からいらないものを捨てとこうみたいな、そう出せば出すほど入ってくるっていう状態になると思いますので、それを少しね意識していただけたらとっても豊かな時期になるんじゃないかなと思います。ただ現実世界はそんなに変わってるようには思いにくい時なので、そこは焦らないでくださいね。見えないところでのお掃除や解放が行われる時という形です。で今どれだけきれいにしておくか、どれだけスペースを保っておくか、どれだけ自分自身を把握するかによって、ここから先ねまた入ってくるものが違うっていう風になりますのでね。そしてカードで見た時にもうそれをすでに感じていらっしゃるのか、もしくはもう今どっちかですね、逃げ出したいぐらいの感覚で、ちょっと贅沢、自分にこう甘いご褒美を与えてちょっとごまかしているのか、どっちかかなって感じがします。もうすでに例えば
十分自分自身を見てきました、クリアにしてきましたっていう方にとっては、うわーすっごいもう何とも言えない幸せを感じるとか、豊かさをね、何もしてなくてもすごい豊かさを感じるっていう風に感じる方もいらっしゃると思いますし、ただ現実手放さなきゃいけないこと、なかなか手放しづらいとかちょっとしんどいっていう方にとっては、そのしんどさを軽減させるためにちょっと自分を甘やかせて、何か贅沢してしまったりとか、ちょっと浪費してしまったりとかしやすいのかなって感じがします。ただすごく言われてるのは、他者との関係の中でいい形で自分の、凝り固まった感覚っていうものが溶かされていってますよっていうふうに言われています。自分ではそうかなみたいな、別に何も変わってない気がするっていう思いがあったとしても、他者と関わることによって無意識に私たちって他者とのエネルギーを交換したりとかしているので、そういう意味で相手の純粋な思いに触れて、なんかはーって思ったり嬉しくなったりとか、優しさがちょっとまたこう盛り上がってきたりとかっていうのもあるし、なんかね、他者との関係の中で本当に凝り固まっていくものが溶けていくっていう感じがします、これは。でそういう時なので、おそらく自分自身はもう今がいっぱいいっぱいなんだとか大変なんだと思っていたとしても、実はそれをちゃんと守ってくれてる、サポートしてくれる人だったりとか、分かってくれてる人だったりっていうのはいるんじゃないかなって感じがしますね。でとても今双子座の皆さんは優しい気持ちになっているっていう感じがします。自分の頭で何がいいかというものを考え判断するのではなく、自分の心で感じたものを選択していくっていうような動きが少し始まってたんじゃないかなと思うんですね。これはもう今年の前半のテーマでもありますから、感じていくっていうね、いらないものをこう削ぎ落としてスペースの中でたくさん自分を感じていくっていうのがテーマであるので、それをよくやってこられたんじゃないかなと思います。それがね、少しずついい形で他者にも浸透している、他者にその双子座の皆さんのいいところがちゃんと伝わってるっていう感じがします。いい流れですよ、これは。そして今ですね、ワンドのクイーンの逆位置ってことで、本当はもっと頑張っていきたい、何かを頑張っていきたいんだみたいなのがあり、特にこれお仕事かなと思います。お仕事とか勉強とか資格の取得とか、ちょうどね、今年からこう何か自分の人生の糧になるような資格を取っていくみたいなエネルギーもあるので、それを生かすにはもうちょっと時間がかかるけど、でも頑張りたいんだみたいな、すごく将来に向けての何か努力っていうものをしたいみたいな、そんな感覚が出てきてるなって感じがあります。もしくは自分自身がそういう資格を取得したりとかではなく、何かそういう自分が過去に得てきた資格を得てきたものとか専門知識っていうものを何かに伝えていきたいなみたいな思いっていうのも湧いてきてるかもしれないですね。でそれをどうやって伝えていくか、形ないものをどうやって伝えていくかっていうのが、課題みたいですけれども、あんまりそこも考えないでくださいって感じがします。今ちょうどいいレッスンとしては、魂のレッスンとしてはね、頭で考えるのではなく、ハートで感じて判断するっていうのがとてもいいレッスンなんですね、今この時期6月までは。なのでどうやってこれを生かそうかっていうのをあんまり深く考えすぎずに、自分がどうしようかなって感じてる時に、なんか今いい感じがするとか、今なんかゆったりした感覚に慣れているとか、そういう感覚で選んでいってほしいなっていう感じです。そしてですね、その後ワンドの7の逆位置が出ているので、状況がね不利なように感じるかもしれません、置かれている状況が。例えば5月の1日から火星というバイタリティとかこうチャレンジとか、もしくはこう生きる力みたいなね、喧嘩とかもそうなんですけど、そういうエネルギーが団体とか集団っていうところにも入ってきてるので、これは未来を作っていくために誰かと協力して頑張っていくっていうのはとてもいいエネルギーなんですが、中にはその周りのエネルギーが強すぎて、なんか自分が埋もれているっていう風に感じたり、誰かと比べて自分はあの人みたいに頑張れないって思ったりっていうような感覚があるんですね。で今この時期はしつこいぐらい言って申し訳ないんですけど、そぎ落としていくっていうのがいい時なので、誰か他の人は頑張る時かもしれない、でも自分は今そぎ落としていく時なんだ、自分を整える時なんだっていう時なんで、あんまりそこは比べずに、もし自分の立場が悪いなと思っても、これが自分の今の状況だからっていうことで、その中で自分のやるべきことをやっていくようにしてくださいね。
フロー流れる方がいいです、よっぽどね。でそのあと、そうしてることによって自然となんかこう流れの中でこう結びつく、専門的な人たちみたいなのがあり、自分とは違う考えを持ってる人だったりとか、もしくは自分が学びたいと思ってることの自分ができないことでこの人はこれが得意っていうその別のね専門性の人たちが集まって何かをやっていく、何か大事なものを育てようとしていくみたいな感じがありますので、これはとても面白い動きです。とても面白い動きなんです。それぞれにまだ形になってない思いっていうものを寄せ合いながら、それが化学変化を持ってどういうふうに育っていくかなっていうのを温かく見守りながら形作っていく。でもその基盤となっているのはそれぞれの思いなんだっていうのがあるので、そういう思いの人たちと集っていくっていう流れがもしかしたら5月の後半ぐらいに出てくるかもしれませんね。で対策なんですけども、ペンタクスのナイトとカップの10が出ているので、とにかくペンタクスのナイトに関してはゆっくりいきましょうって感じかな。すごく大事な案だから、これは大事な案だから大切にしていきましょうみたいな、下手に無駄遣いしたりせずにゆっくりいきましょうねっていう感じもありますし、もう一つ、もうここまで来たんだから死の子の言わずなるようになるさみたいな、そういった開き直りもいいんじゃないかなと思いました。もうおそらく皆さんもう過去ね12年ぐらい頑張ってきたことがあるじゃないですか。もうそれ十分やってきたんだから、それをまず認めよう、もうあとはいいなるようになるっていうような感覚でいることによって、ものすごく豊かなね、もう何かを達観してるかのような幸せの中にいるっていうこともあります。人の意識って本当に不思議ですよね。その人の意識がどのレベルにあるというか、どの層にあるかによって現実って全く違って見えるので、自分がものすごく不安でどうしようって思ってる時っていうのは全部が怖く見えたりとか、どうしようってなるけど、本当に落ち着いてなんかもうやることをやったし、あとは流れに任すだけだよねみたいな、落ち着いて考えてみたら、こんなにも豊かな人たちがいたとか、こんなにも豊かな人たちが流れてきたみたいな、そういった感覚になれるので、ぜひそれを楽しんでください。そしてもうオラクルがねやっぱり節制なんですね。ただ私から見るとまだ逆位置なので、ものすごく面白いこのことが起こりそうな感じなんですけど、まだつながってないっていう感じがあります。面白いものが流れてきているけれども、まだ把握していないっていう状況みたいなので、ここは一つそれをじゃあどんな形なのかなとか、それどんな効果があるのかなっていうふうに頭で分析したりとかしようとせずに、ただただゆっくり感じて流れていく、そしてただただ自分自身をクリアにしていくっていうふうにしていただくと、面白い組み合わせが出来上がってくるなって感じがしました。はい、なので人間関係でちょっとこのね全体の流れの人間関係でいうと、例えばもう終わってしまうのかなって思うような関係性があったとしても、それは今の状況、これまでの関係性は終わるけれども、ここからまた新しくお互いが成長してつながっていくよって、そのつながり方っていうのは全く未知なんだけど、もっとなんか成長した形でね、もっとお互いにとってプラスになる形で関わっていけるんだよっていう感じがあるので、今までの関係性を壊すことをそんなに恐れないでくださいね。ただただあるがままに自分をクリアにしていくっていうのがいいような気がします。ちゃんと流れていくし、ちゃんと感情や状況も上がったり下がったり変化しながらでもちゃんとやっていけるよっていうふうに出ています。そしてやはりね、新しいスタートを切るとかっていうのはもうちょっとだけ待ってほしいって感じですかね。5月の末ぐらい、20日過ぎたぐらいかな。特に5月の26日過ぎれば、もう双子座の皆様は風がビュンビュン追い風が吹いてくるので、それまでできる限り軽くなっておきましょうって感じがします。なので今はまだね一生懸命やることもいっぱいあるし大変っていう方も進んでないように思うかもしれないけど、ちゃんと進んでるよっていうことを忘れないでください。ビジネスにおいてはとても大きな橋がかかりそうな感じなんですけど、
今ではないみたいなね、もう少しもうちょっと待ってねって感じなので、できるだけそのビジネスがどうなっていくとか、どんな対策をしていくっていうよりは、そのことによって自分がどんな気持ちになれるのか、どんな気づきがあるのかっていう、その感覚の方に意識を持っていただく方がゆくゆくつながるなって感じがあります。ちょっとね抽象的で申し訳ないです。最後にオラクルカードを引かせてください。双子座の皆さんね、夜明け前のって感じ。ちょっとこれかな。はい、パーソナルガイドというカードが出ています。これもね、皆さんこのカードを見て何か直感で感じることがあれば、それもメッセージだと思って受け取っておいてください。これはね、ガーディアンエンジェルとかスピリットファミリーなんていうふうに書いてあるんですけども、何か個人的にね応援してくれるガイドがいるんじゃないかなって感じがします。それはもしかしたら自分のご先祖様だったり、おじいちゃんおばあちゃんだったりするかもしれないし、ご縁のあるガイドが今とってもエネルギーとして自分を応援してくれてるよっていう感じがします。委ねてほしいですね、流れに。ということでありがとうございました。もし何か手放したいものがあるんだっていう方、こうなりたいなって思う方、ぜひコメントで教えてください。そしてまた次回はですね、5月の中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひゴールデンウィークや5月前半、楽しい時間をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。